RX-9 ナラティブガンダムの系譜。ナラティブガンダムはアナハイムエレクトロニクス社が開発したサイコフレームの試験機であり、基本設計に関しては実践的な運用は想定されておらず、基本スペックは宇宙世紀0097のモビルスーツにしてはそれほど高くなかったとされている。試験機として高性能を求められなかったという点や、ガンダムタイプの機体構成をしていながら内部フレームが部分的にむき出しになっている点からも旧式に等しいモビルスーツだと言える。サイコフレーム試験機としての運用が終了した後はアナハイムエレクトロニクス社の倉庫で眠っていたところを了承会が引き取ることになり、ジェネレーターと OS が新型のものに換装され、 RX-0 ユニコーンガンダム3号機フェネックスを捕獲するための餌として実験運用という名目によって極秘任務不死鳥狩りに実戦投入されることになる。そんなナラティブガンダムの系譜や素性には非常に謎が多く、 RX-93 ニューガンダムの誕生以前にアナハイムエレクトロニクス社によって開発された機体であり、当初はサイコフレーム非搭載機として開発されたと言われている。後にサイコフレームの試験機として活用され、その試験データはニューガンダムの開発に大きな影響を与えたとされている。またアナハイムエレクトロニクス社が同時期に開発したサイコフレーム試験機として RX-90 ニューガンダムという機体も存在しているが、その機体性能や詳しい詳細は不明とされている。ニューガンダムへの発展。前述のサイコフレーム試験機としてほぼ同時期に開発されたナラティブガンダムやミューガンダムの試験データを経て実用化された機体が RX-93 ニューガンダムであるが、実はニューガンダム完成以前にアムロレイが自身の専用機として設計したサイコフレーム非搭載のニューガンダムも存在している。それが RX-93 ニューガンダムファーストロットである。この機体はアムロが歴代のガンダムタイプの性能や特性を平均値化し、アナハイムエレクトロニクス社と共同で開発が進められた機体であり、ネオジオンからサイコフレームが提供される以前に完成した機体でもある。もともとサイコミュシステムの搭載も前提に設計されていたファーストロットはフィンファンネルの開発も進められ、この時点でバルカン砲や専用のビームライフルなどの射撃性能は高い完成度を誇っていたと言われており、その完成度の高さに関係者は衝撃を受けたとも言われている。後にネオジオンからサイコフレームの技術が提供され、ナラティブガンダムでのサイコフレーム試験データとファーストロットでの運用試験をもとに実質3ヶ月という非常に短い期間でロールアウトを果たした伝説のモビルスーツ RX-93 ニューガンダムが実戦投入されることになる。不死鳥狩り作戦への投入。ナラティブガンダムはサイコフレームの試験運用が終了後、使い道のない機体としてアナハイムエレクトロニクス社の倉庫で眠っていた。しかし了承会が実験運用という名目でアナハイムエレクトロニクス社から本機を譲渡され、ユニコーンガンダム3号機フェネックスを捕獲する作戦不死鳥狩り作戦に実戦投入されることになる。了承会に譲渡されたナラティブは新型のジェネレーターと OS が搭載されたが、実戦投入された後も上腕部や大腿部に関しては内部フレームがむき出しになっており、機体自体の完成度は 100% とはいかず、武装に関しても頭部の左右に 60mm バルカン砲が装備されているだけという簡素な作りとなっている。さらにコアブロックシステムを採用しており、腹部にはコアブロックの一部がむき出しになっている上に、コックピットは全天周囲モニターとリニアシートが採用されておらず旧式の作りとなっているなど、必要最低限の装備で運用されていることからも試験機としての意向が見て取れる構造になっている。しかしナラティブ最大の特徴として高い拡張性を有しており、貧弱にも見える素体を補うために A 装備 B 装備 C 装備からなるそれぞれの特性を持った各種オプションを装備することで飛躍的に機体性能を向上させるとともに戦況に適した運用を実現することが可能になっている。なお後述する C 装備に関しては現地急増で組み上げた装備であり、本来の実戦運用プランには含まれておらず便宜上 C 装備と呼ばれている。さらに操縦系には極秘裏に NTD が組み込まれており、数値を大きく超える官能波を発したフェネックスに反応。 NTD が発動するとともに搭乗者であるヨナバシュタの限界を超える性能を発揮していた。 RX-9/A ナラティブガンダム A 装備。ナラティブガンダムをコアユニットとして脚部を中心に大型スラスターと
大型ブースターの増設、大型オプション装備による火力の上昇によって高火力高機動戦闘を可能にしたナラティブの最強形態。全高は大型脚部オプションと合わせて27メートルほどだが、後述するサイコキャプチャーと大型ブースターを合わせると大型モビルアーマーに匹敵する大きさを誇っている。宇宙世紀0083に実施された GP 計画のガンダム試作3号機デンドロビウムのアームドベースを彷彿とさせるその形態は、機体サイズに相応の高火力を実現しながらもパイロットの負担を無視した高機動戦闘によって光の速度とも言われる爆発的な加速力を有するフェネックスに追いつく速度を見せた。ナラティブガンダム A 装備の武装、5連装中型ミサイルポッド。サイコキャプチャーの後方端部に装備されたミサイルポッドであり、5連装中型の箱型ユニットが片側に3機ずつ左右で計6機備えられている。ミサイルユニットは発射するごとに回転し、時弾が瞬時に発射可能となる。またユニットの背部には排煙ノズルが備え付けられているとともに、ミサイル発射時にはハッチがパージされる仕様になっている。サイコキャプチャー、フルサイコフレーム機の動きを完全に阻害する複合特殊兵装であり、使用時にはキャプチャーユニットが砲身の先端に向けてスライドし、3本の黒を展開させることで対象の官能波に干渉して動きを停止させる立体的なフィールドを形成する。 RX0 ユニコーンガンダム3号機フェネックスを鹵獲するための切り札となる武装であり、フェネックスが放ったサイコフィールドを相殺する性能を発揮。またジェネレーターを内蔵しており、砲身からビーム砲も放つことができるほか、大型ビームサーベルも使用可能となっている。ハイメガキャノン、ナラティブ本体の腰部に装備されたハイメガキャノン砲。ナラティブ自身に装備されているため小型化しているが、大出力のメガ粒子砲を放つことができ、威力、射程ともに抜群の性能を誇る。 RX9/B ナラティブガンダム B 装備、コロニーでの戦闘を想定して設計された装備形態。背部に2機の優先式遠隔攻撃端末を装備しており、コロニーに対する被害を最小限に抑えるためにビームライフルといった武装は装備しておらず、フェネックスを鹵獲することに重きを置かれた装備となる。 B 装備の原型機となったのは、サイコミュ兵器の試験運用を目的にシルバーバレットを改修した機体 ARX014P シルバーバレットファンネル試験型となっている。このシルバーバレットファンネル試験型は地球連邦軍製ファンネルの試験運用を兼ねた機体であり、背部に1機の優先式大型ファンネルを搭載。後にこの装備は MSN001X ガンダムデルタ界のプロトフィンファンネルへと発展し、その後ニューガンダムのフィンファンネルが完成したと言われている。シルバーバレットの優先式大型ファンネルを参考に搭載された背部の優先式遠隔攻撃端末は単体で推進スラスターを有しており、バックパックにかぶせる形で装備された大型収納ユニットにケーブルが内蔵。ケーブルを通して端末に推進剤が供給される仕様になっており、重力化においても安定したオールレンジ攻撃を可能にしている。前述の A 装備よりも大幅に簡素化されており、機体の汎用性を維持しつつもナラティブ自体の機体性能の強化は施されず、優先式遠隔攻撃端末による遠距離からフェネックスを鹵獲するために特化した装備といえる。ナラティブガンダム B 装備の武装、優先式遠隔攻撃端末、インコムとも呼ばれている武装であり、内蔵されたビーム砲による攻撃も可能のほか、端末がクロー状に変形することで A 装備のサイコキャプチャーと同質の官能波干渉フィールドを形成することも可能になる。この攻撃端末は非常に大型で RX93 ニューガンダムのフィンファンネルに近い構造を有しており、 NTD 発動時には無線誘導による攻撃を可能にすることができる。小型シールド、両腕部にマウントされている防御装備、ジェガン用のシールドを再利用しており、4連装ミサイルランチャーを2機内蔵。シールド同士を連結させることで大型シールドとして使用することも可能となる。 RX9/C ナラティブガンダム C 装備、機体外装にサイコフレームを装着することによってナラティブの性能を引き上げたサイコフレーム外装使用装備形態。前述の A 装備 B 装備のように当初の実戦運用プランに含まれていたわけではなく、不死鳥狩り作戦が中止となった際にその場で改装が行われ、両商会が独自のルートでかき集めたサイコフレームを機体各部に装着させている。これはサイコパッケージとも呼ばれ、
短期に可能な限り多くのサイコフレームを搭載させるという RX0 シリーズのコンセプトをもとに改修された急増の仕様となっている。全身に張り巡らされたサイコフレームによってナラティブの基礎性能の底上げに成功しており、本機の拡張性の高さも証明されたといえる。ナラティブガンダム C 装備の武装。前述の通り、ナラティブガンダム本来の兵装は頭部の左右に搭載されている 60mm バルカン砲のみであり、それ以外は強化ユニットによって仕様が異なってきたが、 C 装備はビームライフルとビームサーベル、シールドといった標準的な装備が採用されている。しかしこれらはナラティブに合わせた調整がなされており、ビームライフルは RGM89 ジェガンのものをベースに大型マズルとセンサーサイトを追加した急増品であるとともに、シールドの表面にはサイコフレームを内蔵し、裏側にはビームキャノンとミサイル4発が搭載してあるものを装備している。以上、ナラティブガンダムの系譜を終わります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。